今回はヘシアンの解説です。まずはじめに、この動画は先行サーバーの情報をもとに作成しているため、正式版では仕様が異なる可能性があります。ヘシアンの最大の特徴は、アタッカー、タンク、サポートと、状況に応じて複数の役割をこなせる汎用性の高さにあります。アタッカーとしては敵を回復させながらダメージを与えつつエネルギーを奪い、タンクとしては非ダメージ軽減と自己回復で耐久します。サポーターとしては、味方へのクリティカルバフ付与と HP とエネルギーの回復を担います。そのためエラマン陣営に限らず様々な編成に組み込むことが可能です。では個性から見ていきます。ヘシアンは個性の即時スキルで2ターンに1回使用可能な必殺技を持ちます。この必殺技は複数の効果を発動できます。具体的にはこのような感じです。敵には範囲内の敵全員に魔法攻撃力 40% の貫通ダメージを与えます。ここでの 40% の貫通ダメージは回復反転による効果です。ヘシアンは自身のクリティカル率に応じて回復のスキル倍率が最大 50% まで上昇するという特性を持ちます。注意点としてクリティカル率の数値がそのまま倍率に上乗せされる仕組みであり、回復自体にクリティカル判定が発生するわけではありません。キャラクターの基礎クリティカル率は最低でも 10% あるため、実質的な回復倍率は今回で言えば最低 44% となります。ヘシアンを星5にするとクリティカル率 50% までがスキル倍率に乗るので、回復倍率は 1.5 倍の 60% に上昇します。さらに、足かせと乱心を付与します。乱心が付与された敵は、回復を受けると回復量 100% の貫通ダメージを受け、回復のたびにバフを1つ解除されます。ヘシアンをアタッカー運用にすると、最大で範囲内の敵全員のバフを2個から3個まとめて解除できる、非常に強力な効果です。さらに自身と味方に対する効果で、ヘシアン自身は回復アップとクリティカルアップのバフを獲得し、範囲内の味方には魔法攻撃力 30% 分の HP 回復を行います。このスキルは以上の効果をすべて発動します。ダメージや回復量は控えめですが、エネルギー消費なしの即時スキルとして2ターンに1回これらの効果を発動できるため、戦闘の安定性が大きく向上します。個性の性能比較は画面の通りです。ヘシアンは毎ターンエネルギーを4消費する動きが理想となるため、エネルギー管理に直結する星3と星5が重要な節目となります。星3では、戦闘開始時に必殺技の発動に必要な殺意とエネルギーを1つずつ獲得します。これにより、外部からのエネルギー供給なしで、初手からエネルギー4のフルコンボを起動可能です。また、事前に殺意を獲得しておくことで、2ターン目から即座に必殺技が使用可能になります。特に後ほど紹介するモチーフ装具を持たせる場合、サポート運用時にはモチーフ効果のトリガーに必殺技が必要になります。星5に到達すると、行動終了時にエネルギーが追加で1回復し、エネルギー管理の負担が軽減されます。同時に、非ダメージ軽減の倍率が 10% から 30% へ大幅に上昇します。アタッカー運用時に前線へ出ても倒されにくくなるため、理想としては星5までの育成を目指したいところです。続いて、おすすめのスキル構成とその運用方法を3パターン解説します。ヘシアンは演奏スキルによって、戦闘中にサポートとアタッカー兼タンクのスタイルに切り替えられます。そのため、演奏はどの構成でも外せないスキルです。まず1つ目は最も理想的なスキル構成です。サポート運用の場合、毎ターン味方全員に魔法攻撃力 80% の回復とエネルギー回復を行います。さらに、攻撃力 20% アップ、クリティカル率 50% アップ、クリティカルダメージ 35% アップという高倍率の火力バフを付与し、パーティーの総火力を大幅に引き上げます。エラマン陣営であればボーナスが加わり、最大でクリティカル率 60%、クリティカルダメージ 40% アップとなります。この回復とバフを毎ターン使用できるため、安定した戦闘が可能です。実際に使用した時の流れはこのような感じになります。味方のエネルギーが3の状態からヘシアンがスキルを使うと HP 回復とエネルギーを1回復します。さらにバフが入りエラマン陣営だとクリ率 60%、クリダメ 40% が入ります。
アタッカー兼タンク運用の場合、毎ターン次のような効果を発動します。範囲内の敵全員に魔法攻撃力 80%、ランダムな敵3体に 40% の貫通ダメージ、さらに敵のエネルギーを奪い、感染などのデバフも付与します。味方に対してはオーラ効果でクリティカル率 20%、クリティカルダメージ 5% のバフを配ります。アタッカー運用の場合、ヘシアンは敵陣に切り込む必要がありますが、アイカとホルンのスキル効果だけでも被ダメージを 40% 軽減するので、前線でのタンク役も十分にこなせます。実際に使用した時の流れはこのような感じになります。範囲内の敵全員に回復反転による貫通ダメージを与えて、さらに追撃で3体に貫通ダメージを与えます。この時、小バレのモチーフ装備であるクグツを装備していると、追撃の3体には複数のデバフが付与できます。このスキル構成のデメリットは、運用コストの重さです。毎ターン、演奏の維持にエネルギー1、アクティブスキルの戦果でエネルギー3、合計4のエネルギーを消費します。ヘシアンを星5まで育成すれば行動終了時に追加でエネルギーが1回復するため、星5で使用するのがおすすめです。ただし、星5であっても、サポート運用時は毎ターン1、アタッカー運用時は毎ターン2のエネルギーが不足するため、装備や味方のスキルによる補充が必須です。後ほど改めてモチーフ装具について説明しますが、ヘシアンに星5のモチーフ装具を持たせた場合、行動終了時にエネルギーがさらに2回復するため、ヘシアン自身でエネルギー問題を解決できるようになります。2つ目のスキル構成は、1つ目の構成からオーラのホルンを外し、エネルギーリジェンを採用した形です。毎ターンエネルギーが2回復するため、星1の状態からでも使えるので入手したての頃は、このスキル構成での運用がおすすめです。サポート運用時は、クリティカル関連のバフ数値が若干下がる程度でほぼ同等の性能を発揮できます。アタッカー運用時は、クリティカルバフが完全に消失し、耐久力も落ちますが、貫通ダメージの付与、エネルギーダッシュ、複数デバフの付与を重視する場面では非常に有効です。エネルギーリジェンを採用した場合、サポート運用時はエネルギー問題が解決します。しかし、アタッカー運用時は、まだエネルギーが1不足するため、外部からの補充が必要です。3つ目はスキルコストの重い戦果を外したスキル構成です。エネルギーコストが毎ターン1なので、常に維持スキルとホルンのオーラ効果を受けられます。最後の1枠は診療か変装をセットします。診療の場合は、3ターンに1回味方単体に解放を付与できます。変装の場合は味方単体に被ダメージ軽減や防御バフを付与して耐久力を上げるか、敵に回復反転を付与するかが選択できます。このスキル構成の使用頻度は高くありませんが、ルカマールがいない編成で解放をより多く付与したい場面などでは使えます。以上のスキル構成をまとめると、この3つになります。一番の理想構成はこちらですが、エネルギーの問題があるので星5で使うのがおすすめです。最初はこの構成が使いやすいかと思います。おすすめのスキル獲得については、ランク7は両方、どちらか片方のみであれば、最初は右側の戦果がおすすめです。EX スキルは受ける魔法ダメージが軽減されるのでレベル3。個性は星5まで優先してあげるのがおすすめです。続いて、おすすめ装備の紹介です。画像の一番下の表は、星5装備を基準とし、パーシバルモチーフは星1です。武器はアフラモチーフを基準。装具はヘシアンモチーフを基準とした場合のダメージと回復量の比較です。まず、サポート運用時のおすすめ装備です。武器はクグツまたは夢の救いです。クグツは必殺技発動時にレベル1でバフを1つ付与する程度なので、回復量を重視する場合は夢の救いが適しています。エネルギーが不足するなら豊穣も有効です。装具はヘシアンモチーフが最適です。代用は、エネルギー回復を持つクリデンザモチーフです。その他に、移動力を上げるパーシバルモチーフ、素早さアップのノートが候補になります。タロットは、エネルギーが不足する場合は運命が最適です。ランダム回復になりますが、エネルギー回復効果を得られます。その他のタロットは状況に合わせて、女帝なら味方のデバフ解除、強行なら敵味方の HP 回復量アップ、審判ならボスにデバフ解除と虚弱を付与、刻印は剣と杖、
または肺と肺の組み合わせで回復量を増やせます。杖と肺はおまけ程度です。刻印共鳴と即時スキルの必殺技との相性は悪いので、たまにエネルギー消費が抑えられる程度だと思ってください。次にアタッカー兼タンク運用時のおすすめ装備です。武器の一番のおすすめは傀儡です。スキルの戦果と愛化の効果により、毎ターンレベル1とレベル2のデバフをまき散らし、さらに貫通虚弱によってヘシアン自身の貫通ダメージも増加します。装具とタロットはサポート運用と似た感じです。タンクとしても運用したい場合は、シンクロメール、忍者、刻印の効果と杖なども候補になります。タンク構成に特化した場合、最大で 87% の被ダメージ軽減が可能です。実際に新兵試練で検証した結果がこちらです。被ダメ軽減なしだと1万ダメージを受けますが、被ダメ軽減を最大の 87% まで上げると、1万だったダメージが一気に1300まで抑えることができました。実際にヘシアンの耐久力が組み合わせで、どのように変化するかを詳しく確認したい人は、コメント欄に私が作成したシミュレーション用のリンクを貼っているのでよければ使ってみてください。続いて、モチーフ装具の解説です。星ごとの性能は画面の通りです。モチーフの強みは、アクティブスキルで敵を回復させた際に獲得できるエネルギーバフです。エネルギーリジェンと同等のバフ効果を得られるため、ヘシアンのエネルギー問題を自分で解決できるようになります。効果発動には敵への回復が必要ですが必殺技でも行えるため、サポートまたはアタッカーどちらの運用でもバフを獲得可能です。バフの継続時間は1ターンですが、実際にはバフは獲得したターンと次のターンの合計2回発動します。モチーフ星4以下ではバフ獲得のためのクールダウンが長めですが、スズランの旗を設置することで2ターンに1回発動可能になります。バフの継続は実質2ターンなので、星4まではスズランの旗とセットで使えばバフを維持することができます。モチーフの突優先度を説明しますが、まず前提としてモチーフは必須ではありません。サポート運用であれば星1でも十分機能します。アタッカー運用では1ターン目から効果を得たいので星3以上がおすすめです。星5になればバフ獲得のクールダウンが消失するので、スズランの旗なしで柔軟な運用ができます。このモチーフのデメリットは、現状で敵を回復できるキャラクターがヘシアンのみなので、専用装備になっています。また、遠征メダルで狙う際は、セレナ、イェガーネ、ヘシアンの3セットになるかと思います。この3体はどれも専用装備のような扱いになっているため、他のセット内容と違い汎用性の高い副産物を期待できないので、遠征メダルを回すには少し狙いにくいという点があります。ただし、このモチーフは装具なので、今後敵を回復できるキャラが増えた場合には、汎用性が上がる可能性はあるかもしれません。次に、相性の良いキャラクターと編成例について、ヘシアンとの組み合わせ候補となるキャラは、まずエラマン陣営です。解放や強力なクリティカルバフを負けるのでエラマン陣営との相性が良いです。ヘシアンはエネルギーが枯渇しやすいため、SP ナンナなどのエネルギー回復を持つキャラクターがいるとスキル回しが安定します。ただし、ココアまたはターエルについては、ヘシアンをサポート運用する場合、役割が重複します。なので、ココアまたはターエルと組ませる際は、ヘシアンをアタッカー運用にして組ませるのがおすすめです。エラマン陣営以外のアタッカーとの組み合わせは、ヘシアンをサポート運用にした場合、エネルギー回復やクリティカルバフがあるので問題なく組ませることができます。逆に相性が悪いキャラはアガタです。ヘシアンのダメージソースは回復反転によるものです。アガタの傷口は敵の非回復効果を下げるため、ヘシアンの貫通ダメージも0になります。編成例としては、このような編成がおすすめです。特にルカマール、シャムス、SP ナンナと組ませた場合、単体の敵に対してシャムスの超火力を途切れることなく連続で叩き出せます。実際にこの編成の使い方を見ていきます。まず、ヘシアンが戦慄と戦火でクリティカルバフを付与します。次に SP ナンナでノートを使いルカマールの行動順を引き上げ、シャムスに再行動をかけます。ルカマールはシャムスに解放を付与しつつ、敵に虚弱を付与します。シャムスは即時スキルで仏棒デバフや足かせ粉砕などを付与して、最大限敵を弱体化をさせたら強力なスキルを叩き込みます。この編成の場合は
このような流れでシャムスの性能を最大限活かせます。続いてこの編成でヘシアンがいる時といなかった時との違いを2つ解説します。1つ目はダメージ変化です。今の編成からヘシアンを抜くとダメージが41万ですが、ヘシアンがいるとクリティカルダメージ 40% の恩恵でダメージが50万まで出ます。ただクリダメバフについてはココアなどで代用はできます。2つ目の違いは解放バフの持続性です。ヘシアンなしで戦闘が長引くと、ルカマールとシャムスが星5であっても途中でシャムスの解放が途切れてしまいます。それに対してヘシアンがいれば個性で毎ターン解放を5スタック付与し続けてくれるので、シャムスのみならずエラマン陣営の強力なスキルを継続して使い続けることが可能になります。最後にまとめです。ヘシアンはアタッカー、タンク、サポートなどの役割をこなせる汎用性の高い優秀なキャラです。味方へのクリティカルバフと回復、敵へのバフ解除や被ダメージ軽減など多彩な役割をこなせるため、編成の幅を大きく広げてくれます。一方で性能をフルに発揮するにはエネルギー消費が激しい点があります。しかし今回解説したように星3以上の育成やスキル構成、装備の工夫によってこの問題は十分に解決可能です。なお公式スケジュールでは次回は強力なアタッカーであるシャナズの実装が発表されています。シャナズを狙っている人は次回のシャナズ用に石を残せるかどうかも考慮してヘシアンを引いてください。以上で今回のヘシアン解説は終了となります。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。